はい、キッズです。今回は GIMP の使い方を一気に解説します。今回の動画を見れば、大体の使い方を理解できるかと思います。もっと細かく知りたい方は、他の動画も参考にしてください。それでは早速始めましょう。こちらが最初に GIMP を開いた画面です。上の方にはメニューがあります。この部分はツールボックスでツールが入っています。いろんなツールが入っていますので、そのあたりも解説します。右側の方はダイアログと言いまして、現在今開いているのがレイヤーダイアログです。解説動画とこのレイアウトが違う場合には、こちらのウィンドウの中にあるドッキング可能なダイアログ、こちらの中からレイヤーダイアログを開いてください。そうすることで、こちらにレイヤーダイアログが開きます。この上の方のアイコンを開くと、各ダイアログが開きます。この中にあるこのレイヤーダイアログを開きます。新しい画像はファイルから新しい画像を選択してテンプレートの中にある A4 サイズや B5 サイズなどを選ぶことができます。こちらを選んで新しい画像を作成します。こちらの新しい画像の中に写真を配置したいと思います。それではファイルレイヤーとして開くを選択します。レイヤーとして写真を読み込みました。レイヤーとして読み込んだので、こちらのレイヤーダイアログの中にあるレイヤーに新しくレイヤーが追加されて写真が読み込まれています。写真を移動させたいときなどは、こちらの移動ツールを選択してクリックして動かします。この移動ツールを細かく設定するところは、こちらの下にあるツールオプションです。こちらの中で、掴んだレイヤーまたはガイドを移動。こちらにチェックが入っていると、そのままクリックして画像を動かすことができます。違う写真を読み込んでおきましょう。ツールの設定をするところは、この下にあるツールオプションでします。ツールを選択すると、ツールオプション内が設定画面になります。今、移動ツールを選択しているので、掴んだレイヤーまたはガイドを移動にしておくと、クリックした画像や写真が動かすことができます。こちらのハートの写真が上にありますが、レイヤーダイアログ内のレイヤーは、こちらのハートの写真が一番上に来ているので、野菜の写真より上にあります。このレイヤーの順番を変えてみましょう。今こちらのハートの写真のレイヤーを選択して、こちらの矢印を下の方に一段落とすと、レイヤーの重なり順が変わります。重なり順が変わったので、この野菜の写真の下にハートの写真が行きました。この状態で掴んだレイヤーまたはガイドを移動にしていると、写真をクリックして移動させようとしても、ハートの写真を移動することができずに、上の野菜の写真が移動されてしまいます。これが重なった場合には、アクティブレイヤーを移動にチェックを入れます。この状態で、下の方にあるハートのレイヤーを選択して移動すると、選択されたレイヤーが優先されて、こちらのハートのレイヤーを動かすことができます。このように隠れた状態でもレイヤーを選択しているので、選択されたレイヤーを動かすことができます。掴んだレイヤーをチェックを入れると、クリックした画像を移動させることができます。
整列ツールを使ってみたいと思いますが、じゃあここで区形選択と楕円選択ツールも使ってみます。まず区形選択を使ってみましょう。新しいレイヤーを追加します。こちらで新しいレイヤーを画像に追加します。はい。今、透明のレイヤーが1枚できました。ここに、こちらの区形選択ツールを選択して、四角い範囲選択を作ります。こちらの描画色をクリックして色を決めます。では、ピンク色にして OK。この状態で描画色をクリックしたままドラッグして、この範囲選択内に持ってきて離します。すると、色を塗りつぶすことができます。ツールでこちらに塗りつぶしツールっていうのがあります。こちらを選択して、この範囲選択内をクリックすると同じように塗りつぶすことができます。どちらでも大丈夫です。こちらの描画色をクリックしてそのままドラッグして離す。これの方が結構楽かもしれません。はい。今、四角いマスができました。また、新しいレイヤーを画像に追加します。はい。新しくレイヤーを作りました。一度選択を解除して区形選択で別の大きさの区形選択で範囲を選択します。描画色の色を変えて今度はブルーで同じようにドラッグして色を塗りつぶします。はい。もう一つ新しいレイヤーを画像に追加します。今度はこちらの楕円選択ツールを選択してこのように丸い範囲を作って色をつけます。はい。黄色でドラッグして色をつけます。選択を解除しておきましょう。はい。このように3つの画像を作りました。画像ウィンドウのサイズに合ったレイヤーサイズになっているので、個別のこの画像にぴったり合ったレイヤーのサイズに変更します。一つずつやってみましょう。では、黄色のレイヤーを選択した状態で、レイヤー、こちらの中にある内容で切り抜きにします。すると、このようにレイヤーサイズだったものが、この画像にぴったりにサイズが変更されます。これを一つずつやっていきます。青色のレイヤーを選択して、レイヤー、内容で切り抜きをします。はい。ピンクのレイヤーも同じようにレイヤー、内容で切り抜きにします。今、この画像にぴったり合ったレイヤーサイズになっています。この状態で、こちらの整列をやっていきたいと思います。整列をする前に、場所をちょっとバラバラにしておきましょうね。こんな感じですね。はい。ではもう一度、整列ツールを選択して、ピンクのこちらの左側沿いに全部を揃えたいと思います。その場合には、整列ツールを選択した状態でツールオプション内の基準を最初のアイテムを選んでおきます。最初のアイテムを選んでおきます。ピンクの画像をクリックします。クリックするとコーナーの部分に四角いポイントが現れますので、この状態でシフトキーを押したまま揃えたい画像をクリックしていきます。はい。するとこのように四角いポイントが現れたら大丈夫です。今3つの画像が選択されました。この状態でツールオプション内の左揃えにしてみましょう。左揃えを選択すると、このようにピンクの左側に揃える感じで整列しました。今度はピンクの右側に揃えてみましょう。こちらの右揃えにします。はい。するとピンクの右側に揃うことができました。今度はこちらの中央揃えにしましょう。はい。中央揃えにするとピンクの中央に全部が揃えました。間隔を等間隔にしてみたいと思います。その場合には、ちょっとこちらの並べるの方の
垂直方向中央を選択します。はい。このオフセットというところの Y、例えばここを1000にしてみましょう。1000にオフセット Y を1000にして、こちらの垂直方向中央を選択します。すると、この間隔が変わります。ここを500にして、こちらの垂直方向中央にすると、このように間隔が狭くなります。800ぐらいにして、もう一度押すと、このように間隔を変えることができます。上端を基準に並べるを選択すると、このように等間隔に並べることができます。こちらは自由選択ツールです。自由選択ツールは、こちらの区形選択を選択した場合には、このピンクの画像を選択したいときに、このように範囲選択することができます。楕円選択はこの楕円選択範囲で選択することもできます。自由選択ツールを使えば、鉛筆で書くような感じで細かく範囲選択することができます。次に、こちらの電脳ハサミツールっていうのがあります。こちらは、もうちょっと拡大しましょうかね。こちらのズームツールを使えば、範囲選択したところを拡大してくれます。はい。こちらの電脳ハサミツールを選択して、エンドウ豆のカーブした部分を範囲選択していくときには、この境の部分をただクリックしていくだけで、この境界を自動で感知してくれて、このようにパスを引いてくれます。はい。このように、この電脳ハサミツールは、境界を自動で感知してくれます。あとは、エンターキーを押すと、このように範囲選択することができます。こちらの画像の猫を切り抜きたいと思います。前景抽出選択ツールを使います。こちらを選択して、猫の周りをこのようにざっくり範囲選択します。こう、鉛筆で描いていくような感じで周りを囲みます。はい。今回はこのヒゲの部分はもうちょっと無視します。使い方を簡単に覚えてください。はい。最後はエンターキーを押します。すると、このように猫の部分だけが表示されます。この状態で、今度は猫の内側の部分をこのようにラインを引いていきます。今、ざっくり線を引いたような感じで、今度は内側にこのようにラインを引いていきます。これは今何をしたかというと、このラインとこの青いところのですね、範囲、この間の中で境界線を自動で感知してくれて、そこに範囲選択してくれます。ここまでできたら選択をクリックします。このように自動で範囲選択してくれました。この状態で右クリックして編集コピー、右クリックして編集貼り付けをします。はい、こちらの新しいレイヤー画像に追加します。今新しい例に画像が追加されました。元々の絵のレイヤーの表示を非表示にしてみると、このように簡単にこの猫を切り抜きすることができました。こちらのファジー選択ツールは、選択した部分の近隣のピクセルを感知して範囲選択してくれます。なので、今こちらの白い部分をクリックすると、この白い部分のみが範囲選択されました。この状態で選択範囲の反転をすると、エンドウ豆のみを範囲選択することができます。こちらの色域を選択ツールを選択すると、クリックした部分の同じ色の部分が範囲選択されます。例えば、トマトの部分を、赤い部分を
クリックすると赤色の部分のみが範囲選択されています。ではこちらのピーマンの緑の部分を選択すると、このように緑色の部分のみが範囲選択されます。こちらは同系色の範囲選択をすることができます。こちらは切り抜きツールです。切り抜きツールは画像の3つの画像をこのサイズで切り抜きたい場合には、この状態で範囲選択してエンターキーを押すことによってこのサイズに変更されます。今度はこちらのツールオプションの中にある現在のレイヤーのみっていうのを選択すると、この範囲を選択してピンクのレイヤーを選択します。この状態でクリックすると、このレイヤーのみが切り抜かれました。もう一度わかりやすいようにこちらの黄色の丸の中で、こちらの黄色の円のレイヤーを選択してエンターキーを押すと、このようにレイヤーのみが切り抜かれます。次に統合変形ツールを選択して、今度青いレイヤーを選択した状態でこの画像をクリックすると、このように4点にポイントが現れます。このポイントを動かすことによってこの画像を変形することができます。このようにですね。大きくしたり小さくしたり画像を変形することができます。次にこちらは回転ツールです。回転ツールを選択してこの今変形した画像をクリックして動かすと、このように画像を回転することができます。今中心にこの中心点がありますが、中心点を移動することができます。この右下の片隅に中心点を移動して画像を回転させると、この中心点を軸にして回転させることができます。例えばじゃあこちらの右上の方に中心点を動かすと、ここが中心になって回転させることができます。こちらは拡大縮小ツールですね。こちらはこのように拡大を縮小することができます。ツールオプションの中で重央比を維持にチェックを入れていると、縦と横の比率を維持したまま拡大縮小することができます。チェックを外すと、このように縦横の比率を変えながら変形させることができます。また、シフトキーを押しながらサイズを変えると、重央比が維持されたまま変形させることができます。線段変形ツールですね。こちらをクリックすると、このように平行に変形させることができます。今度はこちらの共造反転ツールを選択します。ツールオプションの水平にチェックを入れて、こちらの変形した画像をクリックすると水平に反転します。今度は垂直にチェックを入れてクリックすると垂直に反転させることができます。今こちらのビルの写真は下から煽って撮っているので、下の方に広がった感じで歪んだ状態で写真が写っています。遠近法ツールを選択して四隅のポイント、こちらの下の方のポイントを動かしてこのようにですね、動かしていっていくと、このように垂直なビルにすることができます。これでビルを垂直にすることができたりします。次はこちらの 3D 変換ツールです。3D 変換ツールはこの画像の中心を軸にして360度移動することができます。こんな感じですね。360度移動させることができます。次にこちらのハンドル変形ツールはこの辺を中心にクリックしていってポイントを置いていきます。すると今
ポイントを4点置きました。このポイントの部分を軸に変形させることができます。一つのポイントをクリックして変形させると、他の3つのポイントを軸にして変形させることができます。先ほどの 3D 変換ツールは中心を軸にしますが、今回は置いたポイントを軸にして変形させることができます。次にこちらのワープ変形ツール。こちらはブラシで粘土細工をするような感じで、サイズをちょっと大きめにして画像をグッとですね、クリックしたまま動かすことによって画像を変形させることができます。はい。こちらの画像をこんな感じでアート的に変形させることができます。いろんな形に変形させることができますので、結構このワープ変形ツールはよく使うパターンですね。このワープ変形ツールを使って、このように画像を、粘土をこねるような感じで画像を変形させていくことができるので、こちらのワープ変形ツールは使い方によっては結構面白い使い方ができると思います。こちらのゲージ変形ツールはこのように切り抜いた画像を適当にポイントを打っていくんですが、このようにですね。はい。この置いたポイントを動かしていくと、動かした部分がポイントに画像が追随して変形していきます。このようにですね。体を小さくして顔を大きくしてみましょうかね。顔を大きく。顔を大きく。このポイントをですね、ポイントを動かしていくと、ポイントに合わせて、画像が変形していきます。このように体をちっちゃくして、顔だけ大きくすることもできます。このように含むようにポイントを置いていって、このポイントを動かすことによって画像が変形するスタイルです。次に、こちらのグラデーションツールを使ってみましょう。まず、グラデーションをかけたい画像を選択する必要があるので、こちらの変形した青い画像のレイヤーを選択します。まだ今、この青い画像が範囲選択されてません。範囲選択したいので、こちらの色域を選択します。これでこの青色の部分を選択すると、青色の部分が範囲選択されます。この状態でこちらのグラデーションツールを選択します。グラデーションではこちらの描画色から背景色に色を変えたいので、変えやすいように色をちょっと作ってみましょう。じゃあ今度はピンク系にしとこうかな。ピンク系ですね。ピンクで OK。次に背景色も選択します。描画色のピンクを基準にしたいので、こちらのスポイトをクリックして、今作った描画色のピンク色を抽出します。今同じ色が背景色になっているので、トーンをこのままの状態で明るくします。はい、今明るくなりました。これで OK です。はい、ツールオプション内のこちらのグラデーションの種類をクリックして、描画色から背景色を選択します。はい、この状態で、じゃあ左側をクリックして、そのまま画像の右側の方に持っていくと、このようにグラデーションがかかります。はい、離すと、このようにポイントが残りますので、このポイントを動かすと、このグラデーションのかかり具合が変わります。このポイントを動かして逆にすると、このようにですね、グラデーションのかかり具合も変わります。こんな感じでグラデーションをかけることができます。はい。エンターキーで固定します。次に、ブラシで描画。このあたりはブラシとか
鉛筆、エアブラシ、インクなどがありますが、大体同じような感じですので、ブラシで描画ツールで説明します。ブラシで描画ツールを選択して、このようにラインを描いたりすることもできるのですが、それ以外にも面白い使い方があります。まず、この黄色の画像を範囲選択しましょう。こちらの色域を選択ツールを選択して、こちらの黄色の画像を範囲選択されたので、この状態で右クリックの編集コピーします。すると、この黄色の画像がコピーされました。この状態でもう一度ブラシで描画ツールを選択して、このツールオプション内のブラシの種類を選択します。すると、左上に今コピーしたものが表示されてます。これを選択した状態でサイズを小さくして、こちらの動的特性を選択して、ダイナミックランダムを選択します。そうして散布にチェックを入れて、新しいレイヤーを画像に追加します。この状態でラインを引くような感じでブラシを使うと、このように先ほどコピーした四角がパラパラっと感じですね。この効果的に配置することができます。ブラシツールではこのような使い方もできます。消しゴムツールはもうそのままの状態で、こちらの動的特性はベーシックダイナミックスにしてサイズを大きくしてブラシを、こちらの縁がボケてない黒丸にしてこちらの、グラデーションの画像をレイヤーを選択してこのように画像の一部分を消していくことができます。はい。その場合には消したい部分のレイヤーを先に選択する必要がありますのでね。このように普通に消しゴムのように消すことができます。はい。今度はこちらのスタンプで描画ツールです。このあたりはスタンプで描画ツールや遠近スタンプ、こちらの修復ブラシ等は大体同じような感じですが、スタンプで描画ツールはスタンプで押したような感じで、消したいものを消していくことができます。こちらの修復ブラシの方は、馴染ませながら消していくことができます。では今回は修復ブラシでやってみましょう。この修復ブラシでこの人物を消してみたいと思います。はい。修復ブラシを選択して、ブラシサイズを、まずブラシの種類は周りがボケた状態のやつを選んで、サイズは大きめ。サイズは大きめ。人物が隠れるぐらいの大きさで、硬さ、強さは50ぐらいでいいかな。50ぐらいにしといて。はい。この山のちょうど切れ目がありますよね。切れ目の部分をコントロールキーを押しながらこの山の切れ目の部分を一度クリックします。クリックするとここに輪っかが固定されます。その状態でそのままこのだいたい同じような切れ目のところに移動してクリックしたまま上下に移動していきます。上下に移動していきます。はい。ただこれだけですね。はい。人物が綺麗に一瞬で消すことができました。簡単です。ぼかしツールですね。ぼかしツールなどは色などの部分で、にじませるっていうのをすると、色がこんな感じですね。にじむことができます。こちらのぼかしツールも同じで、今度はこすっていくとぼかす感じになります。はい。今度はこちらの暗室ツールではツールオプション内にある覆い焼きと焼き込みっていうのがあります。使うものにもよるんですが、女性の顔などで鼻などにハイライトなどを入れたりとかすることができます。要は暗い部分を明るく、明るい部分を暗くすることができます。
ものによってはですね、切り抜いて合成した時に、貼り付ける画像の背景が右から光が当たってるのに、合成した画像が左から光が当たってたりとかする時なども、背景の画像に光の当たり具合を揃えたい時などがあります。今、猫は、こちらの猫は右側から光が当たってる感じなので、左側から光が当たってるようにしてみたいと思います。レイヤーを複製しておきましょうね。後で、見比べるために複製しておきます。複製の仕方は、このレイヤーを選択した状態で、こちらですね。レイヤーを複製します。こちらで今レイヤーが複製されました。はい、上の方で。では、覆い焼きにチェックを入れて、左半分をこすっていきます。今影になっている部分をこすっていくと、このように明るく覆い焼きされます。ね、こちらの方に、こちらの方から光が当たってるって感じにしてみましょう。はい。次に焼き込みをチェックを入れて、今光が当たってる方向をこのようにこちらの方を何回もこすっていきましょう。はい、今光が当たってる方向を焼き込みしています。はい、どうだろうな。はい、できました。最初の猫は右側から光が当たってましたが、元の写真がこちらです。今明るさを焼き込みと覆い焼きをしてみました。すると光の当たり具合がなんとなく変わった感じがあると思います。このような感じや女性の肌のハイライトを入れたりする時などにも使います。では次にこちらのパスツールを選択します。パスツールは、こちらのハートなどを切り抜きたい時などに使います。拡大してパスツールを選択してクリックしていくと直線に範囲選択されます。このカーブのところはクリックしたままカーソルを動かすとハンドルが出てくるので、ハンドルでこの曲線に合わせます。進行方向のハンドルを収納してカーソルを動かしてハンドルを出します。進行方向のハンドルを収納してこのように曲線に合わせていきます。はい。このように進行方向のハンドルを収納してこの曲線に合わせてパスを引いていきます。同じようにですね。進行方向のハンドルを収納。はい。コントロールキーを押したまま最初のポイントをクリックしてエンターキーをします。すると範囲選択されます。この状態で右クリックして編集コピー、右クリックで編集、貼り付けをすると、こちらの新しいレイヤーを画像に選択して、はい、このように切り抜くことができます。こちらはテキストツールですね。テキストツールを選択して、ここに文字を入れることができます。ラブとしておきましょうかね。はい。こちらのツールオプションでは、こちらの画像の部分でフォントを選ぶことができます。はい。サイズはこちらで調整して、文字をこのあたりかな。はい。こんな感じで入れることができます。あとはスポイトなどはですね、スポイトツールを選択して抽出したい色をクリックするとこのように描画色に反映されます。だいたいツールはこのような感じでできます。次に、こちらの写真などで色を調整、明るくしたり暗くしたり、赤色を強くしたり緑色を強くしたりとかしたいときには今度はこの色という項目でやります。色というところにあるトーンカーブを覚えていると便利です。こちらを選択して色の調整をしてみたいと思います。トマトの赤色をもっと赤を強くしたいときには
こちらのチャンネルっていうところの選択して赤色を選択します。トマトの赤色の部分をクリックすると、このようにグラフで交差する部分があります。この部分をクリックしてそのまま上の方に上げていきます。すると赤色が濃くなっていきます。はい、このぐらいかな。自分で濃くしたいところまで上げます。はい、今度はこのグリーンを調整してみましょう。このチャンネルで緑を選択してピーマンをクリックします。すると交差する部分をクリックしてそのまま上げていきます。はい。緑が強くなりました。若干色がくすんでいるので、チャンネルのブルーを選択して、中心値をクリックしてそのまま上に上げて、はい。このようにある程度透き通った状態にしていきましょう。はい。今調整できました。元の画像はこの状態です。今調整したのがこちらです。最初の元の画像は若干くすんだような感じですが、今調整した野菜の色はこのように鮮やかになりました。次は明るさ調整をしてみたいと思います。猫の明るさはそのままにして背景の色を明るくしたいと思います。明るさ調整もこちらの色の項目にありますが、よく使ってしまいがちなのがこの明るさコントラストなんですね。こちらを使ってしまうと明るさを上げてしまうと全体的に明るさが明るくなり、コントラストで締めることはできるんですが、全体的に明るくなってしまうので、猫の明るさはそのままにして背景部分を明るくすることができません。全体的に一緒に明るくなったり暗くなったりします。なので、こちらは使わないで、色の中にある先ほど使ったトーンカーブ、こちらを選択します。こちらで、まず、猫の明るさはそのままにしておきたいので、この辺りかな。はい、この辺りの部分をクリックしておきます。そして、交差した部分をクリックします。すると、ポイントが打たれます。こうすることによって、これ以上明るくなりませんので、次に背景の部分を明るくしたいので、背景の部分をクリックします。すると交差した部分がこの暗い部分ですね。ここを上の方に上げていきます。すると背景の部分が明るく変わってきます。あまりやりすぎると、猫の明るさにも影響するので、この辺りかな。はい。これで背景の色が明るくなりました。元の画像がこちらです。結構ね、沈んでるんですが、今、トーンカーブで調整したために、背景のみが明るくなり、猫の明るさはそれほど変わらないようになっています。このように細かい調整ができるので、トーンカーブで調整をお勧めします。写真などにエフェクト効果をつけるときなどは、こちらのフィルターの中にある項目を使います。こちらの中では、ぼかしたり、ドロップシャドウなどで影をつけたりすることができます。使い方としては、写真によっては顔をぼかしたいことってよくありますよね。このように数人の顔をぼかしたいときなどは、こちらの左下にあるクイックマスクモードをクリックします。すると、写真が赤色で覆われます。この状態でブラシで描画ツールを選択して、描画色を白色にします。ブラシのサイズをこのぐらいのサイズにして、ぼかしたい人物の顔のところで、このようにくるくるっとこうなぞります。すると、この赤い部分が消えますので、この状態で、その顔をぼかしたい人たちの部分をこのように赤色の部分を消していく感じで、はい、このようにしていきます。はい。この人物だけはぼかさなくても大丈夫なので、ぼかしたい人だけの顔をこのように赤い部分を削るような感じでブラシで塗りつぶします。それができたら
こちらの左下のクイックマスクモードを解除します。クリックして解除します。すると、今、このようにブラシでなぞった部分が範囲選択されます。この状態で、このフィルター、ぼかし、ガウスぼかしを選択します。はい。この中で、このサイズ XY を動かすことによって、はい。範囲選択とされたところがぼかすことができます。ガウスぼかし以外にも、フィルター、ぼかし、モザイク処理などにすると、このようにモザイクでぼかすことができます。このようにエフェクト効果を出すのは、フィルターの項目の中にあります。こちらを使って処理していきます。はい。で、選択を解除。こんな感じでできます。次に、加工した写真を JPEG などの形式で書き出す方法があります。このままの状態でファイルの中にある保存というスタイルでやってしまうと、今この作業しているこの GIMP のデータが保存されますので、そうではなくこちらの写真を書き出す GIMP の場合にはエクスポートと言いますが、エクスポートして JPEG に保存します。やり方としては、ファイル、名前をつけてエクスポートを選択します。ファイル形式の選択をチェックを外します。この中で高画質で写真として保存する場合には JPEG 画像を選択します。そしてエクスポートを選択して品質をどのぐらいの品質にするか 100% にしてエクスポートを選択します。これで JPEG でこちらの加工した写真を保存することができます。今回は GIMP でできる使い方を一気に解説しました。一度では覚えられないかもしれませんが、だいたいこれだけのことができれば大抵のことはできるのではないかと思います。また、この他にも作品を作りながらツールの使い方を解説している動画がありますので、そちらも参考にしてください。今回の動画が良かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた。